前回のあらすじ。強敵に敗北した奇跡は再び模擬レースで彼女たちへ挑みたいと再戦の約束を取り付ける。奇跡は誓った。今度こそ面白いレースを作り勝利すると。するとなんと3名ものトレーナーたちが協力を申し出たのだ。奇跡、君の向上心は本当に素晴らしい。だがフォームも加速も基礎ができていない。そこを直そう。君は伸びる。さあ自由に走って。あなたのやる気と創造性は私が守るわ。その自主性こそがとっておきの武器だもの。トレーナーさん、これ修行会っぽくないですか？私の走力も5万は上がっている気がします。じゃん、次の新必殺技です。その名もゼロコーナー。コーナーに入ったら内ラチに手をかけてググーッと曲がる。トレーナーさん、カーレースの漫画で見たんです。レースでは直線の最高速度と同じくらいコーナリング速度も大事だって。だからそっか。この作戦って内ラチ沿いの位置が取れなかったら通用しないですね。ボツで。今日のトレーナーさんってなんだか歯切れが悪いです。ずっと腕組みもしていて。別案に？奇跡、もっと集中だ。基礎をおろそかにしては君の末脚は活かせないぞ。はい、すみません。他のトレーナーさんは具体的な指示をくれる。私が決めなくてもいいくらいに。なのにあの人は。レース中の馬娘には思うままに走ってほしいの。だから私はどうしてと指示しない。考えるのはあなたよ、奇跡。こんな風に口出ししないで自由にさせてくれる人もいるのに。あなただって前は読者で。なのになんで私。どんだけ期待してるんですか、あなたって人は。今どこですか？トレーナー室の電気はついてましたけど。わかりました。
どうぞ。まずは見て意見もらえますか？今朝ピンときた案があってもう待ちきれなくて。そこは自信があるかもって。あっ、そもそもなんでカーブを意識してたんだろう。最終直線での加速のためにもコーナリングは大切だけど、そもそもコーナリングって追い込みにしか使えない技じゃない。でもそこに勝機ありって感じてたなら、それってトレーナーさん、やっぱりごめんなさい。そのタブレットの案もやっぱりなしでお願いします。とんでもない案をひらめいちゃって。とにかく話を聞いてください。